いくらどんでジロンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説の Day1、5月シーズン Day1 なんですけども、対戦相手がね、東京クランということでね、いきなりの日本戦になりましたね。東京クランといえばね、昔からトロフィーをね、あげるところにおいてはかなり名前がね、売れてる、かなり有名なクランだったので、聞いたことある人もいるんじゃないかなというところで、Day1 のスコアは36対32ということでね、勝利をすることができたんですけども、いきなりの攻め残しということでね、ちょっとクラウスなんですけども、ちょっといかんせん攻め残しが本当に多くてね、ちょっとこれに関してはね、なんか考えないとですかね。毎回ね、ちゃんと攻めてくれてる他のね、プレイヤーの人たちにも、ちょっと失礼というかね、そういうところもあるし、応援してくれてるリスナーもいるのでね、その辺はちょっと僕の方でなんか、うまいこと考えれればなと思います。攻め残しがね、結構メンバーが固定されちゃってはいるので、ちょっとその辺は考えものですね。というわけでね、今日はね、36点なんですけども、全回数自体は8本あるのでね、結構見れるかなというところで早速やっていきたいと思います。個人的にね、いいなと思った前回がね、こちらね、ニャロメから見ていきたいと思います。クイヒーラバルですね。後々ね、ほぼ同じ配置、微妙に違うんだけど、ほぼ同じ配置が出てきて、似たようなクイヒーでね、前回が生まれてるんですけど、一応ニャロメの方が攻める、攻めたタイミング的にも先だったので、こっちを優先しようかなというところです。はい。こういう感じでタウンホールがかなり孤立してる配置で、結構珍しいタイプの配置かな。ここをどういう風に攻略していくかって感じなんですが、このクイヒールートめちゃくちゃ強いですね。スルッと戻してイーグル砲、クロスボウ、投石機あたりがね、簡単に取ることができるんですけど、この後のクイヒーの動かし方とタウンホールの取り方っていうところをどうするかにね、結構このクイヒーが今後どうするかっていうところがね、方針的に決まってくるかなというところなんですけど、皆さんだったらどうしますかこれ。ニャロメはね、ここね、バトルドリルに切り替えて、このポイズンタワーからバトルドリルをぶっ刺していくことで、タウンホールをケアしつつ、ポイズンタワーあたりをね、ちょろーっと取りつつみたいなね、そういうルートで9時の方へ誘導するルート、これうまいなと思いましたね。さあ、ドリルぶっ刺さっていく。さあ、E ウォールブレーカーで9時につなぎつつ、ストライカー添えていくんですけど、間に合うか。朝一発入れてかけましたが、なくてもいけそうでしたね。さあ、ポイズンタワーのところも突破しつつ、援軍の方も釣れるんですけども、ここでクイーンの方に戻っていきます。ポイズン落ちつつ、ブローク打って、タウンホールの方はゴブリンなんですけど、ちょっとね、生き残りすぎて別のところに進みかけたので、自分で割ってスニゴブタウンホールの方に誘導していきつつ、最悪足りなそうならインビジブルをね、スニゴブに使っていけばケアができるというところでした。これでタウンホール区画をね、綺麗に突破することができて、クイヒールとこのまま10時のね、このモノリスエリアにぶっ刺していくような形で、基本そしたら上からラバルか下からラバルかどう展開するか、残り時間と相談って感じかな。時間が間に合いそうなら上からやった方がね、伸びるんですけど、ウォールブレーカーからのラバルで、シングル IT のタゲをね、多分予備用のウォールブレーカーとか、普段持ってきてるウォールブレーカーの数でね、足りたので、1体タゲ取り、ラバにね、シングル IT が入らないように少しタゲを取って、3時の方から、時間が今回はね、多分厳しいと判断して、3時からの展開だと思います。時間がね、4分5分あるだったらこれクイヒー待って上からクイヒー、ラバルをね、合流する方が伸びるかなというところなんですけども。3時からやる方が前回の時間も考慮して、効率がいいというところで3時からですね。さあ、ここはインビジブルとフリーズを間違えて打ってしまったので、ちょっと一瞬インビジブルがね、隠れましたが、さあ、ロイヤルチャンピオンブーメランも残った状況で最終区画で、バルーン、ロイヤルチャンピオン、クイーンが合流するような流れで全開です。このクイヒーのね、タウンホールの、ルートとね、タウンホールの取り方がね、めちゃくちゃうまかったですね。さあ、続けて見ていきましょう。ガク、スーパーボーラーですね。というか、ガクの配置かな？ナビの配置ですね。ナビの配置をナビのプレイヤーはどうやって全開を取っていくのかというところ。迫撃砲のところをここオーデンで取りつつ、シューターを隣にセットしていきました。これね、見たんですけど、なかなかすごい、プレチャレとかでやってないと取れなそうなね。自分たちの配置だからこそ取れるやり方、知ってるよっていう取り方でね、取ってきましたね。エレクトロタイタン2体入ってますね。結構1体とかがね、多かったり、外周部ネクロを作ったりとか、この辺結構スーパーボーラー編成でもね、ユニットの好みとか癖出ますよね。
対地クロスのタゲをずっとオーデンで取ってるので、このまま進ませていきつつ、これタウンホールのところまで触りに行きます。タウンホールの起動をね、クエイクとか持ってきてないんですけど、これね、オーデンでタウンホール起動して、そのまま放置してシューターで打たせるっていう形なんですよね。さあ、ここで対地クロスの方をおでんで追って、タイミングもかなり完璧ですね。タウンホールをおでんが起動してくれました。あとはシューターに任せますという形で引き継ぎです。はい。レイジの能力が乗ってるので、これ打ち得なのでしばらく打たせて、レイジが切れてからここ。はい。すぐ戻しちゃうとね、レイジの能力分、もったいないですよね。せっかくレイジのかかったウォーデンなのに、打たずにレイジ能力が腐っちゃうので、時間はもったいなくはなるんですけども、最大ね、レイジを生かしたような形でした。さあ、ここでね、クイーンの HP も落ちているところ、クロックもすでに使っているので、ウォーデンのトーム使ってインしていくような形。さあ、スーパーボーラー若干外に流れてしまう部分もいたんですけど、さあ、奥にジャンプを使って、シューターの方もね、しっかりたどり着けましたね。さあ、中心部レイジを置いて、キングと当たるところストライカーさせていきたい。さあ、キングは外周部フィストを使って、それがちょっとさせてないですね。さあ、スーパーボーラーは2体内側に入って、スケルトの呪文。ここでストライカー登場。逆サイドの方にポイズン打ちつつ、ロイヤルチャンピオンの方にポイズン打った形ですね。援軍がアイゴレで簡単に処理ができたので。さあ、ロイヤルチャンピオンで釣って、ストライカーはまだキングを追っかけているような状況ですね。さあ、外周部流れたキングも強いし、裏からホグビザード。本来、これ多分シューターとかのね、罠チェック用に普段持ち歩いているホグライダーだったと思うんですけど。さあ、ロイヤルチャンピオンもね、余裕で全開と。これもね、なかなかいい全開ですね。自分たちの配置だからこそ取れる全開の取り方っていうところと、シンプルにね、タウンホール起動をおでんでやっていくっていう発想が面白かったですね。さあ、続けまして、クイヒーライドラですね。もうね、僕はね、クイヒーライドラボットになってますね、完全に。言うてもね、残り配置3つぐらいだったかな、この時確か。帰ってきてみて。一番クイヒーライドラいけそうな配置、パッとね、見て。なぜかっていうとね、やっぱ、ある程度決まってるんですよ。決まり事があるんでね、簡単なんですよね。プランの立て方的なところが。タウンホール横の対空砲を両サイド基本的にね、シューターなり、ロケバルなり、クイヒーなりで追って、中心部ライドラ通していくっていう。ボクサー位置に対してしかほとんど使われないので、もう決まり事が決まってるので、個人的にはその辺が簡単と感じる理由の一つですね。今回はライドラの数を6体にしてしまいました。スニゴブもウォールブレーカーも持ってこなくて済むルートというところで、非常に美味しいかなというところ。で、相手のヒーローまで処理を行っていきつつ、これ確かね、迫撃まで降りに行くことにしたんだったような気がするな。レイジどうせ使うなら迫撃まで行っちゃえという発想ですね。その分時間が取られてしまうんですけど、ここで回収します。で、逆サイド。で、シューターをここに刺していくような流れですね。ホグライダー刺して、一応テスラチェック。スケルトンが見えましたというところ。スケルトンがしっかりクイーンの方に釣られていったのを見てから、シューターをここに置いていく。はい。で、ライドラ展開をスタートするような形ですね。シューターが遅れてきましたと。で、ライドラパートをスタートしていきます。マルチ IT の方もフリーズかけつつ、一発目のレイジを浅めにかけて、ここにちょっとね、トルネードが来てしまったので、ライドラの進行、バルーンの進行は少し遅くなってしまうんですが。あとはクイーンのところではね、もう基本的にこれもう早打ちのクロークを打つと決めてましたね。で、ここ、タウンホール突破したところ、しっかりトームを合わせてあげて、で、キングを途中でつけてあげることで、クイーンの方を守りつつ、中心部ライドラも伸ばしていくという形。かなり理想的なライドラの伸ばし方ができてるかなというところ、レイジフリーズかましてね、ライドラ伸びて欲しかったんですけど、両ライドラにね、都合よく、フォーミングが2ヒットしてしまったんでね、本来ここレイジライドラね、せめて一発分のチェインは入れてほしいところだったんですけど、言うてもね、ここら遅出ししたシューターがこれ、効いてくるでしょ。そしてね、キングのおかげでね、これクイーンに対するターゲットが1タゲしか入ってない状況なんですよね。ロイヤルチャンピオンもキングに合わせて登場。シューターも裏から回ってきてるし、クイーンの方もね、クローク打って大丈夫というルートはね、ある程度攻める前から分かってるので、クロークを早めにここで使うと決めてたというところですね。そうすることでできるだけライドラの方にレイジを回せるって感じかな。ロイヤルチャンピオンブーメランぶっ飛ばして終了で、基本的にはオーソドックスというか、
かなり綺麗なクイヒールアイドラのね、テンプレートの攻め方ができたんじゃないかなと思います。さあ、やったーさん。なかなかね、ヒーラーが。シュータールートのバーバリアンチェックを行い、おでヒー展開してるんですけど、ちょっとここヒーラー打たれてしまってるので、さすがにバルーン展開しましたね。これはシンプルなミスかなというところですね。で、逆サイド3時のところをイエティの方でアーチャータワーまで込みでカットしたいようなイメージですね。さあ、ウォールブレーカー使いつつなんですけど、ちょっとおでんの HP がやばいです。対1まで行きそうかな、そしたら。対1クロスまで行きつつ、ちょっとイエティで足りなそうかなと思ってバルーン出したんですが、足りていきましたね。対空砲まで追って、クイーンでウォーデン引っ張り直して、アイゴレ先頭にスーパーボーラー、エレクトロタイタン、本体部隊を中に入れていくような形になります。いいアイゴレ入りましたね。そして、遅出しのアイゴレがここでもう一度、もう一点。なんか援軍すごいのできた。スーパーディガでできましたね。なんじゃこりゃ。弱っ。一瞬で死にました。中心部レイジ、トームまで行くかな、どうだろう。トームはまだ貯めていく。タウンホールの方はキング単体で見ていくような流れですね。さあ、ここでトームをかけていきます。ストライカー登場でここキングと当たるタイミングに合わさるように。これいいタイミングで出しましたね。素晴らしいタイミング。バッチリ。キングとぶち当たるところしっかりストライカーが効いて簡単に処理をすることができつつ、シュータールートにね、迫撃砲クロスボウがないというところでね、めっちゃシューター伸びてますね。ウォールブレッカーとかも使いつつ、残ったユニットであとはご利用していくような展開。スケルトンの呪文もね、一発あるとね、ロイヤルチャンピオンの伸びだったり、本体の伸びがね、変わってくるのでね、この編成においては結構重要な呪文構成かな。結構前にね、タウンホール14かな。ガクが一番最初にやり始めた印象があるんですけど、スケルトンの呪文をね、入れるスーパーボーラー編成。余ってるフリーズもしっかりロイちゃんの面々に使っていって、クイーンクロック、シューターも残ってますね。これも余裕のある展開かなと思います。スーパーボーラー勢で、ヤッターさんはね、ひたすらスーパーボーラーやってるようなイメージ。今回ガクは今月はスーパーボーラーかな。だいぶのスーパーボーラーが見えてきましたね。さあ、森尾さん。冒頭にね、話したんですけど、似たような配置があるよって言ったんですが、今回の場合はね、インビジブルタワーなんですよね。インビジブルタワーになってくると、さっきのタウンホールの取り方が多分できなくなってくるかな。ここで、インビジブルタワー殴った後にね、隠れてしまうので、エアスイとかによるのかな。エアスイ寄ったら、そしたらもう一回インビジブルタワーが発動してみたいな感じでね、ちょっとだるい感じになるんじゃないかなという。いろいろ。もしかしたらね、もしかしたらというか、普通にリプレイは見てないかもしれないので、参考にはしてないかもしれないんですが、クイヒールートとしてはほぼ同じようなルートを取っていきますね。ただ今回回していくんじゃなくて、ウォールブレーカーで2層を開けての誘導になってます。この後ですね、今回はバトルドリルではなくて、ウッドランチャーを採用していくような形になります。ここで登場ですね。インビジブルタワーがね、これで発動していきつつ、タウンホール、裏の方もね、発動してますね。このウッドランチャーはインビジブルタワーに対して強いですからね。で、9時に対してキングをぶち入れて、どっちでもいいよというルートが取れてますね。ここなぜか1マス空いてるので、クイヒーのルート取りとしてかなり強いですね。ウッドランチャーの方が届きまして、レイジを、イエティとね、クイヒー両方にかかるようないいタイミングでのレイジでタウンホールケアをやっていって、落とせそうですね。大丈夫そう。いいレイジでしたね。これによって、クイヒールートをやりたいことはほぼ同じようなイメージかな。やってることは基本的に変わらないというところですが、インビジブルタワーだったというのもあって、クイヒールートを少し変えてきたというところ。ロイヤルチャンピオンを9時に使いつつ、ほぼ同じですね。ラバルパートを9時から行くか、上から行くか、3時から行くかのタクかなというところ。フリーズ使っていきつつ、ストライカー間に合うか。レイジに乗ってキングようやくたどり着いて、上から来ましたね。伸びるやり方はね、上からやる感じかな。今回特にロイヤルチャンピオンもね、同じような方向から来てるので、さあ、ここでヘイストトーム。ストライカーもしっかり刺さってるので、クイーンの処理はできそうです。なんか逆サイドも穴開いてんのか。クイヒーからするとめちゃくちゃ美味しいですね。さあ、裏にレイジバルーン。ぶっ刺して、フリーズもインビジブルも両方余ってるような形ですね。はい。クイヒールートね、ほとんど変わらないんですけど、違う兵器でね、同じようなルートでの取り方というところで面白いですよね。こちらも呪文3枠残るような余裕の全開というところでね、この手の配置には同じようなクイヒー試すと、
呪文タワーがね、変わってても前回が取れるというところでしたね。さあ、ラビさん。61天才の、ラバルなんですけど、タウンホールかなこれ、スニゴブ。11体いますね。結構多い。暑い。風呂上がりなんですけど、すごい暑いですね。最近マジで暑いっすよね。暑い。さあ、天才。穴開いてますね、これ。なるほど。穴が開いてるので、直接タウンホールのところにね、スニゴブが投げれるような状況になってるので、まあ、初手タウンスニゴブですね。それは強すぎるな。なんかいろんな罠が見えていって。スニゴブ残り5体しか残ってないんですが、まあさすがに距離が近すぎるので、これは決まっていきますね。うん。援軍まで連れてるわ。エレクトロタイタン持ってきてるので、これは援軍処理も簡単に。しかもポイズン持ってきてないんだ。強っ。援軍がこれスニゴブで釣れるのが当然分かっているので、エレクトロタイタンさえ持ってきてしまえば、どんな防衛援軍が入ってても簡単にケアができると。バルキリーも持ってきてるんでね、最悪陸助ケアじゃなくて援軍ケアにバルキリー使うことも可能だったというところですね。エレクトロタイタンとババキン展開していって、このままクイーンの方はね、マルチ IT の方に伸びればいいなというようなイメージ。キングもサポートね、入ってくれればより良かったんですが、左の方に流れてきました。ロイちゃんどっちから展開するかですかね。ここ大きい穴開いてますね、確かに。エアスイの、ここ、左右は違うんですね。キングに合わせるバルーン。ロイヤルチャンピオン使わないならこのバルーンはいいバルーンですね。ここからラバボマー強いそれ。インビジブルタワーもあるのでね。マルチまではちょっと伸びなそうな感じではありますが、クロークで結構この辺の防衛節を突破することはできているような感じ。テスラまで行ってほしかった。さあ、ここからスタートですね。ロイヤルチャンピオンはラバルと一緒に動かしているようなイメージですね。さあ、ストライカー登場、ヘイストトームでロイちゃん、ストライカー両方守りつつ、中心部一気にバルーンで押していく形。エアスイーパーゴリゴリの逆光なんでね、ここ。フリーズ固めて進めていくしかありません。このラバボマーが強いね。初手のボマーがかなり強い。さあ、あとは裏にレイジが一発残って、ロイヤルチャンピオンも能力残した状況で回ることができてる感じかな。さあ、レイジちょっと浅めに置いて、ロイちゃんが一番強く働いてくれそうなイメージで打ちつつ、さあ、インビジブルはこれはロイヤルチャンピオンを守ってくれました、一瞬。さあ、ここからボマーがマルチ IT の目の前で、なんとここにトルネード。すごい罠だな。これはね、相手のミスというか、穴が開いてる配置に対してタウンスニゴブ。これはもうやるしかないですね、こんなの見つけたら。しっかり相手のミスをついたいい展開ですね。美味しすぎるな。さあ、バックアドゲットで、61点さえしっかり決まっていきました。さあ、カズマくん、クイヒーラバル。多分、ヤッターさんが攻めた配置と同じかな。多分一緒じゃないかなと思います。クイヒーラバル。さあ、6時からクイーンスタートですね。さあ、シューターセットして。強いな、これ、シュータールート。えぐ。これ、対地クロスのターゲット取れてることで、シューターに対して無防備になりますね。この、さっきもね、ヤッターさんが攻めてた時も、シューターがね、最終的にめちゃくちゃ強くて生き残り続ける展開を作れてたんですけど、シューターに対する配置がね、甘い配置はね、こうやってシューターしっかりぶっ刺していくのが一番楽な取り方かなと思います。ストライカーの方は打てなかったので、ここはレイジ置いていきたいですが、タイミングいや、この HP 管理を。ぶっちゃけレイジがね、一番最高率に使えるタイミングっていうのは HP の高いものを打ってるときに打つ方がいいんでね。ラバハウンドを打ってるときが一番効率はいいんですが。スニゴブ一応タウン前使って多分罠チェック的な意味合いとかもあるのかな。スケルトンチェック。いろいろ。多分これキングを後でタウンホールに向けて出すと思うんですけど、バルーンめっちゃ使って。ポイズンタワーか。ポイズンタワーの解除もやっていきたかったというところ。ただタウンホールは起動してしまってるんで、インビジブルフィストかなですね。
インビジブルフィストを使ってタウンホールしっかりキングで。まあぶっちゃけタウン以外はそんなに削れなくてもいいかなってぐらいかな。クイーンの方もね、ここ、対空砲から撃たれてるところがしっかり見えているので、クイーンの方もインビジブル。これ両サイドで見なきゃいけないので、かなり視野広く持ってますね。そして9時にロイヤルチャンピオンも一緒に展開しているような状況です。これはもうインブ使っちゃったんで、どうするかね。フリーズ一発構えて。あ、いや、タゲが外れてるから十分だな。クイーンの方は黒く打って、イーグル方の方まで。あとはもうタウンホールが削れてるので、ラバル中心部、この辺ね、シングル IT っていうのもあってやりやすい環境を作れてるかな。ストライカー刺しつつ、ラバハウンドがここ、対空砲なくなってんのか。トームまだ残ってますからね、これね。ポイズンタワー吸ってしまって、ここでトームかけてきましたね。ヘイストトームを一気にかけていきます。ストライカー届きましたね。クイーン処理ができましたと。フリーズもかけつつ、もう一回フリーズ打つことができますね、これは。クイーンの方も気づけば貫通しているというところで。まあ、当たり前のようにやってますけど、かなり視野が広いね。さすがのクイヒーですね。カズマくんはほんと安定してるね、クイヒーがね。ガーサス。さあ、本日ラストアタックですね。ホッサンとツイズラバレ。この配置も見たことあるな。さあ、ラバハウンド飛ばしつつ、タウン前から一気のトッツウィズになりそうかな。さあ、いろいろ出てきて、トルネード。さあ、ここは一旦トルネード巻かれていきつつ、ああ、美味しい。あ、キングに反応しちゃったね。でもタウンホール打ってる部隊もちゃんといるので、いや、これ強すぎるな。強すぎるな。援軍釣れなくていいルートなので、もう本当にタウンホールプラスアルファでね、横の防衛施設が削れればいいなというところ。あ、今回も穴開いてますね。いいカットだ。さあ、このバルーン追加もうまかったですね。トラスケ反応したのを見て。で、逆サイド、しっかりガーゴイル刺していく形。12時の方もアーチャー置きつつ。さあ、ここからジャイアントで、まあ一応バネチェック兼、ここまでのタゲ取りをしてもらいつつ、アイスゴーレムがここで破裂して、フリーズを作ってくれると。いや、強い。さあ、アーチャータワー、折るのにね、時間がかかるので、ここクイーンに入っているところをバルーンで潰していきつつ、フィスト。さあ、クイーンがこれでちょっとずれてね、動いてしまいました。インビジブルでかわしていって。援軍に対しては、ウォールブレーカー変なとこ飛んできましたね。さあ、トントンと。クイーンの方が入るか微妙なライン、これは。さあ、ロイヤルチャンピオンで対1クロスのタゲをね、拾いたいんですけど、しっかり据えてますね。クイーンに被弾が入らないような状況にしつつ、まあちょっとこのマルチ IT はクイーンで打ちたかったところなので残ってしまうので、できればロイヤルチャンピオンを延命する形でトームで一気にごまかしつつ飛ばしたいところ。ポイズンターンも打たせたくないところだったんですが、打たれてしまったので、ちょっと打たれちゃったという感覚ではあると思うんですが。さあ、ここでヘイストに乗せてロイヤルチャンピオン飛んでいきつつ、フリーズをどこに打つかですね。まあマルチ IT かけてきましたね。あとはもう一回もノリス固める形になりそうかなと思ったけど、マルチの方残ってきましたね。さあ、裏側フリーズかけて、ロイヤルチャンピオンまだ能力残ってますね。さあ、ブーメランドッカン行って、あとは外周での全開というところで、まあ、初手の突ビズが本当に強かったね。トルネードも解除しつつ、テスラも5本かな多分。1、2、3、4本見えてる。5本あるね。5本あるので、テスラも全処理ができたというところで、まあ、バックアド突ビズ決まったなという形でしたね。はい、というわけでね、終わりまして、東京クラン戦36対32というところでね、初戦勝ちましたと。まあ、8前回。まあ、攻め残しができてしまったんでね、ちょっと厳しいスタートにはなりましたが、まあ、個人的にもね、前回スタートを切れたので良かったなというところです。まあ、クランリーグとかね、あるあるだと思うんですけど、こういうのってね、一発目で前回取れないと結構、その続きがね、気持ち入らないんでね、いや、もう、いいやって感じになっちゃう感じになるよね、気持ち的にもね。まあそういう意味でもね、なかなかいい前回はスタートができたかなと思います。というわけでね、またここからクランリーグの動画上がってきますので、まあ普段ね、ナビのアタック見れてるんですけども、そこじゃないね、日本トップの選手たちのアタックが見れるので、ぜひ1週間ご覧ください。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。それ